京都を歩くと意外と遠い。京都のおすすめの散策方法。京都ジグザグ歩き。京都を観光していて、次はどこへ行こうかと京都市内の地図を見ていて、結構近いから歩いて行けそうと思って実際に歩いてみたら、思っていたより遠かったと感じることが京都では多いんです。例えば四条烏丸から二条城へ行こうとして地図で見ると近そうだなぁと思いませんか？二条城に向かうには四条通りを西に向かって歩き、堀川通りを北へ向かいます。この時歩いた距離は約 1.7km、 直線距離なら約 1.25km なので、見た目の距離の約 1.36 倍を歩かなければならないので、遠く感じてしまうのかもしれません。そこで京都を徒歩で移動するときにお勧めしたいのが京都ジグザグ歩きです。目的地の方向へ歩き始めて最初の通りで曲がります。そして次の交差点は最初に曲がった方向と逆に曲がる。つまり右折、左折、右折、左折を繰り返してジグザグ歩くと目的地へ近づいていきます。移動距離は変わりませんが、通りによって街並みや雰囲気が変わり、意外な出会いや新しい発見もあって散策しながら移動できるのです。では実際に四条烏丸から二条城までジグザグ歩きで歩いてみましょう。まず四条通りを西へ歩きます。室町通りの交差点を右に曲がります。老舗の呉服店が並ぶ問屋街として有名で、車の交通量も多いので注意して歩いてください。錦小路通りの交差点で見つけたのが京都名物の池津石です。京都市内の中心部はほとんどが一方通行で、道幅も狭く歩行者や自転車も多いので、車が寄りすぎて民家の壁や軒先にぶつかることがあります。敷地の角なのに大きな石や岩を置くことでドライバーの注意喚起になって事故を起こしにくくなる。意地悪なイメージから池津石と呼ばれていますが、事故が起こらないようにという京都人の思いやりがこもった石なんです。錦小路通りを進みます。マンションの駐輪場にタイルの一部を描いて砂利石を敷き詰めたスペースを見つけました。これは鬼門封じなんです。京都は北東の鬼門を比叡山の延暦寺、鞍馬寺、貴船神社などが、南西の裏鬼門を八幡市の石清水八幡宮などが封じています。これに倣って民家やビルの敷地の角を取って北東や南西の方角をなくすことで災いが入ってこないようにしているんです。京都はあちこちで見かけ、形やデザインも様々なので観察するのも面白いかもしれません。ここにも池津石があります。視線を上の方に向けるとおしゃれな看板が見つかりました。京都は洒落た洋風建築も数多く見られ、飲食店や企業のオフィスなどに使われています。建物の雰囲気に合わせた看板を作られているところが結構あるので、写真に撮って京都の旅の思い出にするのもおすすめです。新町通りを右に曲がります。池津石の代わりに建物の角を鉄骨でガードしている。こういうのも結構見かけます。新町通りを北に向かって歩きます。町内で設置している消火器が入ったケースです。一般的に見かけるのは赤色ですが、派手な色ではなく街並みに溶け込む小豆色にわざわざ塗り直している。こういう景観への配慮はすごいと思います。火災が起きた時もどこに消火器を置いているか町内の人は知っているから、目立たない色でも大丈夫。地域のつながりや絆を感じることができます。こういう路地は京都にはたくさんあります。絵になるし写真を撮りたくなる。こんな石畳の雰囲気の良い路地を歩きたくなりますが、市道は行き止まりが多くて戻ってくることになる。だから無駄足を避けるために立ち入り禁止の看板を置いているのです。
ここは木製の柵で家々の雰囲気に合ってておしゃれですよね。理髪店で小さくて可愛いサインポールを見つけました。一般的には大きくて目立つサイズですが、街並みの雰囲気を壊さないように配慮して特注されたのかもしれません。たこ焼き通りを左に曲がります。堀川通りに抜ける車が多いので注意して歩きましょう。空き家を壊した後はコイン駐車場になることが多いんですが、タイムズの駐車場がちょっと雰囲気が違う。通常のデザインは黄色に黒地の目立つ配色ですけど、これは京都市の屋外広告物条例の禁止色になるんです。なので白黒の京都仕様の看板になっています。でも逆にこれがおしゃれに見えます。西の東院通りを右に曲がります。交差点は狭いので車や自転車が出てくると思って注意して曲がってください。歩みの文字を顔に見立てたマークの看板です。これは京都市の歩いて楽しい街中ゾーンの取り組みを示す看板です。左右の白線の外側の路側帯を歩行者、カラーラインと白線の間を自転車、そして中央が車道と、道幅の狭い道路を区分することで車や自転車のスピードの抑止効果が期待できるそうです。歩行者が安心して歩ける道路を目指す取り組み、安全に歩けて歩いて楽しい京都です。六角通りの交差点で角地の空きスペースに草花が植えられていて、道行く人が緑や四季を感じることができる。一旦停止した時に自然と目に入るのが個人的に嬉しいです。六角通りを西へ進みます。マンションや民家が多く、京都の中心部とはいえ静かな感じがいいです。小川通りを右に曲がります。屋根の上の木製の格子はエアコンの室外機の目隠しです。屋外の設備機器も通りや街並みの景観の一つなので、町屋の外観を損なわないように隠してあります。京都市の新景観政策に準じた取り組みの一つです。軒先にかかるのれんも京都の町屋にあっていいですよね。三条通りを曲がったところで正気さんを見つけました。これは厄除け、魔除けとして中国から伝わった風習です。江戸時代後期、京都のとある薬屋が屋根に大きな鬼瓦を乗せたら、向かいの家の女性が寝込んでしまった。お願いしても鬼瓦を外してくれなかったので、鬼に勝る正気さんを家の屋根に乗せたところ、女性はみるみる回復したそうで、それ以来厄除けとして家の屋根に正気さんを置くのが庶民の間で流行したという話です。三条通りをすぐに右に曲がる道は小川通りですが、気になるものを見つけたのでちょっと寄り道。京都市の住所を示す森下仁丹の放浪看板です。森下仁丹株式会社のホームページによると、全国で町名の表示がなくて訪問者や郵便で不便だったことから、同社が1910年明治43年に大阪、東京、京都、名古屋などに町名看板を設置したそうです。繊細に焼け残った街角では昔ながらの仁丹の町名看板を見ることができ、京都にはあちこちに残っていて京都の街の散策にも役に立ちます。三条通りに戻って油の工事通りを右に曲がります。細長い駐車場がありました。京都の町屋は間口が狭くて奥に長いため、うなぎの寝床と呼ばれており、古い町屋を取り壊して駐車場にすると細長い形になります。奥まで空きなくびっしり止めてあるので、近くの会社の駐車場でしょうか。奥の車を出すためにみんなで仕事の手を止めて車を移動させるのかなとか、一番奥の車の方は朝一番に出勤してきて帰るのは一番遅いのかなとか、勝手に想像して楽しんでいます。こういうのも街歩きの魅力の一つです。
御池通りも近く交通量が多いので後方に注意しながら歩きましょう。姉小路通りを左に曲がります。通り名はないと思うのですが、堀川通りの一本東の通りを右に曲がります。偶然見つけた石碑に立花の早成邸跡と記されていました。後で調べると、立花の早成は平安時代の官人・役人で隷書が得意で嵯峨天皇空海と並んで日本三筆の一人だそうです。こういうのに偶然出会うのも京都ならではですよね。御池通りを目前にマンションと一体になったお地蔵様の祠を見つけました。京都では立派な祠のお地蔵様は結構見かけるのですが、マンションタイプはかなり珍しいと思います。扉はしっかり施錠されていて、お賽銭を入れる小窓は開いている。賽銭箱は取り出せないサイズの小窓で、セキュリティは万全でした。御池通りを左に曲がり、堀川通りの横断歩道を渡り、御池通りの横断歩道を渡って二条城に到着です。普通に歩けば25分ほどで到着しますが、気になるところで足を止めたり写真を撮ったりしたので40分ほどかかりましたが、楽しい時間を過ごせました。このジグザグ歩きは雑誌や情報誌で街ネタを探すときに私が使う歩き方です。京都の街を楽しめるのでおすすめですが、急いで目的地に着きたい方は大通りを直進してください。また効率よく観光地を巡りたい方はタクシー、バス、地下鉄をご利用ください。お金をかけずにいつもと違う京都を楽しむならジグザグ歩きはおすすめです。素敵な京都の一日になりますように。この動画がお役に立ちましたらチャンネル登録、高評価をお願いします。